こんにちは、ハルトです。9ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。全 HSP に伝えたい自己愛散対策回避術は、繊細な心を持つ HSP Highly Sensitive Person に向けて特化した一冊です。本書の著者である風野帽子世は、多くの HSP が他者との人間関係において抱えやすい課題に朝目し、とりわけ自己愛散と称される自己愛的傾向の強い人物との付き合い方を掘り下げています。自己愛的な人々は自分本位で他者に共感しづらく、しばしば周囲を振り回します。HSP の方々は周囲の感情や空気に敏感なため、こうした自己愛的人物との関わりで大きなダメージを受けやすいです。本書では自己愛散の特徴や CP にとってどのような影響があるのか、どの場面で出会いやすいのか、そしてその対策と回避方法まで具体的かつ事件的なノウハウが紹介されています。HP としてより自分らしく安心して生きていくための必須のガイドブックです。現場経験豊富な著者ならではの洞察をもとに、現実的な解決策が満載の一冊として多くの HSP から共感と支持を集めています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 HSP と自己愛散の根本的な違い。 HSP と自己愛的な人々自己喜愛散は根本的に無自の捉え方や感じ方が異なります。HSP は他者の気持ちに敏感で共感力が非常に高い一方、自己求愛さんは自分中心の思考パターンを持っており、他者の感情を汲み取るのが苦手です。本書では HSP がなぜ自己愛さんと相性が悪いのかを脳科学や心理学の視点から詳しく解説しています。両者の思考の癖や価値観の違いを明らかにすることで、HSP がなぜ自己愛散から距離を取る必要があるのか、またどのように距離を取れば自分を守れるのかが理解できるようになります。HSP としての自分に自信を持ち、その特徴を大切に生かすための第一部となる内容です。次に、自己愛散の見分け方と典型的な特徴。自己愛散は意見魅力的でコミュニケーション能力が高いように見えても、長く接することで徐々にその自己中心的な本質が離話になります。本書では自己愛散の典型的な行動パターンや日常会話に現れる特徴的な言動を具体力とともに解説しています。例えば、他人の成功を素直に祝福できなかったり、失敗を他者のせいにする傾向、過剰に自分を主張する姿勢などです。こうした特徴を知ることで、HSP の人は早い段階で自己愛散を察知し、必要以上に心を振り回されることなく適切な距離感で接する準備ができます。また、食欲間や家庭、友人関係など様々なシーン別の対処方法も紹介されているため、食生活で役立つ知識が身につきます。さらに、自己愛散との関わりで HSP が受けやすいダメージとその回復法。自己愛散と関わることで HSP は自己不定感や罪悪感、強いストレスなど深刻な心のダメージを受けやすいです。本書では HSP が置かれやすい搾される側の立場や依存関係にキャングりやすいパターンを分析し、どのような心の仕組みで自分が苦しみやすいかを分かりやすく解説しています。また、被害を最小限に抑えるためのセルフケア方法や自分を守るための心構え、リフレーミングの技術も多角的に提示されています。さらに、ダメージを受けた後の回復に必要な段階や自己愛散との接点を減らすための現実的な工夫も具体的なアドバイスとして掲載されています。心身の健康を守るために知っておきたい事件的な回復法が豊富に紹介されています。そして、自己愛散を避けるための対処法と予防赤は、自己愛散と出会わないようにすること、または関わりを最小化するための対策も本書の大きな主です。自己愛散による精神的な影響を予防するには、まず自分自身の価値観や嫌だと感じる気持ちを大切にすることが基本とされています。本書では、無駄な責任感や義務感から解放される技術、問わり方のコツ、自己主張を上手に行う方法など、HSP が苦手としがちなシーンで役立つノウハウが詰まっています。
また、新しい人間関係を築く上で自己愛さんを見抜くチェックリストや現実的な距離感の保ち方なども詳細に解説されています。予防と対策を両立させることで、よりかやかな人間関係を助けることが示されています。最後に、HSP 自身がよりよく生きるための心の持ち方と成長法、本書の最終的な目標は、HSP が自己愛さんから距離を取るだけでなく、自分自身をより深く理解し、人生を背向きに歩むことです。HSP としての繊細さは弱さではなく、唯一無二の強みであると再認識できる内容となっています。自己愛さんとの摩擦を経験したことを自分の成長の量に変える考え方や、自己肯定感を高める実験方法、健全な自己愛を身につけるための日々の習慣づくりも解説されています。こうした心の持ち方々が身につくことで、HSP であることが生きづらさから強みに変わり、新たな人間関係や自分の未来に希望を持てる自信が得られるでしょう。自分と上手に向き合いながら歩んでいくための実験的なヒントが詰まった章です。結論として、全 HSP に伝えたい自己愛産対策回避術は、 HSP であるがゆえに人間関係で悩み、自己愛的な人物とのトラブルに心を痛めた経験があるすべての方に読んでほしい一冊です。特に感受性が豊かで人の気持ちに寄り添いたい、争いは避けたいと感じる方は、往々にして自己愛産のターゲットになりやすく、無意識のうちに搾取されてしまうこともあります。本書はそのような状況を未然にはのぎ、安心して日常を送るための楽心板となってくれるでしょう。著者が多くの HSP と関わってきた知見をもとにまとめられた本書は、単なる理論や知識だけでなく、具体的で明日からでも使える実験的なアドバイスが満載です。他の HSP 関連の本と比べて、自己愛産との関係に焦点を絞り、現実的な悩みへの直接的な解決策が用意されています。自分を守ることは決してわがままではなく、とても尊い自己肯定の行動であることを再確認できる内容とも言えるでしょう。なぜ自分ばかりが照合するのかと感じていた方こそ、本書の一つ一つのアドバイスが心に響くはずです。自分らしく心地よい人生を歩むために、ぜひ手に取ってほしい一冊です。ご支援いただける場合、風の帽子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。